皆さんこんにちは、小永と申します。今回紹介するビルドはヒートシバトルネードショットデドアイです。前期から非常に注目を集めたヒートシバ、コールド系のビルドをほぼ2倍のダメージすることができるユニークヘルメットとなっています。使うメインスキルはトルネードショット、通称 TS ですね、となっています。1年ぐらい前から常にトップメタビルドとして一定の人気を誇っています。ですが、ビルドコストが非常に高く、アディショナルアローをふんだんに持って、オムニアメレットを使用するまで使いづらく、ダメージも出にくいビルドとなっていました。3.21 クルーシブルリーグでは、パッシブツリーの変更、さらにはヒートシバーが TS のビルドコストを安価にし、リーグ最序盤から強い TS を楽しめるようになっています。キーとなるアイテムパッシブを見ていきましょう。まずはアイテムのヒートシバーです。100% コールダーズエクストラファイヤー。この一文がこのヘルメットを最強にしています。POB の DPS を見てみると、ヒートシバーを外すと DPS が半減します。逆に言うと、ヒートシバーを使うと DPS を2倍にしてくれるというアイテムとなっています。ですが、一つ条件があって、敵がフリーズされた状態の時というものです。簡単に言うと、敵をフリーズさせるには、エイルメントスレッシュホールドという値を超えていないと、敵を一瞬たりともフリーズさせられず、ヒートシバーが発動しません。POB の軽く、フリーズデュレーション。これを確認すると、エイルメントスレッシュホールドという値が出てきます。ピネクルボスであるメイブンなどは、この値を7ミリオンほどにすると、最低秒数である 0.3 秒のフリーズが平均的にかかるようになります。この値は、このアベレージダメージを増やすことと、フリーズデュレーションを伸ばすことで値が伸びていきます。現在、この DPS は、バフをモリモリの状態の DPS なので、実際のボスに攻撃を当て始めた DPS とは異なります。では、最初の状態はというと、このような感じで、ここからダメージのランプアップが始まります。ここでデュレーションを見てみると、5ミリオンしかない状態ですね。この状態だとヒートシバーが発動しません。現在トリニティを使っているんですが、このトリニティがほぼないのと同じ状態なので、ここでビシャスプロジェクタイルをつけると、エレメントスレッシュホールドが7ミリオン以上となって、ヒートシバーが発動して、ダメが2倍になります。では、なぜトリニティを使っているかというと、新しく登場したエレメンタルマスタリーですね。It's have 25% chance to treat enemy monster elemental resistance value as inverted. これが、25% の確率で敵のレジスタンスを反転してくれる。つまりは、メイブンなどのボスのレジがマイナス 50% になります。エレメンタルマスタリー、これちょっと外してみてみましょう。これは敵が 50% の状態の時ですね。敵のレジが 50% 状態の時。でこの時、デュレーション、これ、まあ4ミリオンぐらいですね。4ミリオンのエレメントスレッシュホールドなんですが、コンフィギュレーション、これ4回に1回マイナス50になります。ネガティブ50になって見てみると 9.7 ミリオンのエレメントスレッシュホールド。この状態の時に、敵を凍らせることができて、ヒートシバーが発動して、さらにはこのレゾナンスがですね、レゾナンスが増えていきます。レゾナンスが増えていくとどうなるかというと、このショックエフェクトもどんどん増えていくんですね。そして、コールドレジスタンス。これを 50% に戻して、見てみると、こうどんどん7ミリオンほどに近づいていって、通常のこの 75% の通常のヒットの部分でも平均的に敵をフリーズさせるようになります。最後に余談として、ベンジャントカスケードというあのイントでしか取れないノータブルがあるんですが、これの挙動がバフされて、一般的な
棒スキル、例えばライトニングアローであったり、アイスショットといったものの棒スキルがシングルターゲットが2倍になるというものなんですね。ただ TS はプロジェクタイルの挙動が他の棒スキルとちょっと違うので、TS で使えるかもしれないし、使えないかもしれないというような形になってます。なので実際に 3.21 でプレイしてテストしてみたいですね。では、バジェット POB のスキル構成を見ていきましょう。メインは TS6 リンクで、トリニティを最終的に使うんですが、ヒートシバーがないと発動しないので、ヒートシバーを買うまではこのビシャスプロジェクタイルを使います。もしくは万が一、そのヒートシバーを持っていて、トリニティが発動しないなってなった時は、ビシャスプロジェクタイルを使えばおそらく発動すると思います。次はシングルターゲット用の6リンクトーテムですね。バリスタトーテム。トリニティはトーテムをサポートすることはできないので使っていません。序盤に6リンク2つをゲットするのは難しいので、6リンクのこのバリスタのセットアップからクリダメ、インスピレーションを抜いた4L と 6L。この2つから始めるといいですね。次にオーラ。これはリンクする必要がないです。バジェット帯ではあまり関係ないんですが、ヘラルド・オブ・ピュリティの方が、ダメージが高いんですが、コールド・クリットビルド、フリーズビルドであれば、ヘラルド・オブ・アイスを使わないっていうのはちょっとありえないかなと思います。特にセレスティアル・ヘラルド・エフェクト。これはですね、使って気持ちがいいので、実質ペイトゥーウィンスキンですね、これは。なので、ヘラルド・オブ・アイスを使いましょう。次に、マークやバフ、プレシジョンですね。これ、マークのマナコストが、足りてないように見えるんですが、実際これ、ライフマスタリーで、スケールコストライフインセットオブ 30% 分マナコスト。30% 分のマナコストをライフで払うというマスタリーができたので、実際にはこれは46とか7のマナになっています。ガードスキルも同様で、イモータルコールが57マナとなってるんですが、これ実際にはもっと低いですね。ポータルは、空きソケットがあるので入れてるんですが、他にはゴーレムなんかを入れてもいいと思います。スキル構成は以上となっています。次にパッシブツリーはこのような形になっています。レベル用のツリーもあるので、後のレベリングセクションをご覧ください。使っているクラスはミディアムとスモールクラスター、それぞれ、ノンダメージエレメンツのクラスター、ミディアムクラスターと、スモールのマナリザベーションのクラスターを使用しています。新しく追加された、アディショナルプロジェクタイル、アディショナルアロー、2アディショナルアローですね。そして、スタンスクラスター、アドレナリン。その他は、一般的な棒ビルドのパッシブとなっています。アセンダンシーは、ギャザリングウィンド、フォーカルポイント、リコシェ、エンドレスミッション。これも一般的ですね。次にアイテムを見ていきましょう。今回のビルドでは多くのユニークを使っていて、これらのユニークの値段によっては、ビルドがちょっと高くなってしまう可能性があります。特に言われているのが、ヒートシバーのドロップ率がステルスナーフされる。みたいなことも言われているので、もしヒートシバーが非常に高くなってしまった場合でも、このビルドプレイできるので安心してください。これがヒートシバーなしのメイブンダメージです。My mana is gone.
そして、3.21 では、この映像よりも、おそらく 15% か 20%、もっといくかもしれないですけど、ほどダメージが出ると思うので、安心してください。その他にも、ヨーク、テイミング、このあたりが普段より高額になると予想していて、3.20 段階では、1つ 40C、50C というような感じだったんですが、これらがそれぞれ1ディバイン超えても全然おかしくないような性能のアイテムとなっているので、そのような場合でも、こういったレアアイテムですね、を使っても、アップタイムは短いんですが、フリーズしてダメージが出るような形になっています。クラフトはすべてエッセンス、もしくはオルタレーションのスパムでセルフクラフトができるようになっています。エッセンスモッド、1から2の他モッド、そしてクラフトモッドというような感じで、基本的に簡単に作れるかなと思います。ユニークアイテムに関しては、いくつかのモッドロールによってはレア装備にしわ寄せが来てしまいます。例えば、フリムソロだったり、リスラーサ、コイル、ベルトなんかは、STR、ストレングスが、真ん中より高めですかね。これ平均が30で、これは平均が25とかなんですが、少し高めのものを買った方がいいと思います。そしてその他には、ヘルム、アミュレット、リングですね。これのレジのロールが結構重要になってくるので、買い物の際は、全体のレジを確認して注意して買ってください。フラスクの構成はこのような感じで、ジェイド、ケック、シルバー、ダイヤモンド、スティブナイトとなっています。そしてライフフラスクは、安定のインスタントリカバリー、ウェンオンローライフとブリードイミュニティですね。それぞれプレフィックスはすべて、フラスクチャージ、ウェンユーディール、クリティカルストライク、そしてイベージョン、ムーブメントスピード、クリッチャン、アタックスピード。ムーブメントスピードなんかは、リデュースカースエフェクトなんかでも問題ないです。ここの中で1点変えるものがあるとすれば、このスティブナイトですね。これは、抜いても正直そんな変わらないので、抜いてもいいかなと思います。そして、現状、カオスレジスタンスがネガティブ、最低値なので、これはアメジストフラスコに変換して、カオスレジをちょっと上げてもいいかなと思います。3.21 から、マップモッドにフィザーズエクストラケオスのモッドが追加されたので、カオスレジは、積んでいた方がいいかもしれません。クラスターはこれらのモッドにアトリビュートやレジがサフィックスにつくといいですね。AI レベルはそれぞれ50プラス、で68プラスとなっています。作り方はどちらともオルトスファームですね。最後のジュエルに関しては、フリーで、アトリビュートかレジ、ライフ。で、もし付けられるのであれば、フリーズデュレーションなんかが付けられると序盤がいいかなと思います。本当に最序盤はですね、ヒートシバーと、フリムソロ以外は変更可能で、レアアイテムにライフ、レジ、アトリビュート等をつけて、できればフィジカルダメージか何かをエッセンスでクラフトできるとよりいいかなと思います。バジェット POB 装備構成はこれで以上となります。次に紹介するのは、ミダンバジェットの POB の紹介ですね。ジェムの構成はこのような形になっていて、いくつかジェムがアウェイクンドであったり、オルトクオリティのジェムに変更されていますね。これはダイバージェント、アノマラスインスピレーション。で、レッサーマラスチプルプロジェクタイル、これアノマラスになっていて、リデュースマナコスト、ライフコスト、さらにはプロジェクタイルスピードがついていて、相性がいいですね。ジェム構成の中で一番大きな変更が、エンライトンレベル4ですね。これが一番高いのかなと思います。それ以外であれば、レベル21であったり、ダイバージェンスマークオンヒット、スナイパーズマーク21、20といったような感じで、21のジェムが増えてるかなという感じですね。ここ、エンライトンレベル4じゃないと、またいくつかパッシブを削って、リザベーションクラスターをつけなきゃいけなくなるので、これは4
しか買えないですね。次に、パッシブはこのようになっていますね。クラスター、ラージクラスター1つとミディアムクラスター2つですね。ラージクラスターは、いつもの通り、アタッククラスターのフィーザーフューリー、フィルザファイト、マーシャルパンです。これは、棒アタックでも問題ないですね。ミディアムクラスターはクリちゃんのミディアムクラスターと、さっき使っていたノンダメージエレメンツのクラスターです。その他は、ほぼ変わりないですね。それでは駆け足で、アイテムを見ていきましょう。アイテムはこのような形で、棒ですね。メインの棒に関しては、コンテンプトのエッセンスをこうさらにスパムして、フィジカルダメージ、イングレスフィジカルダメージとアキラシのハイブリッドモッドを、1個プラスでつけたという形になっています。そんなに難しくはないですけど、そこまで簡単でもないっていう、こう微妙に、フィジカル棒は作るの難しいですね。なんで頑張ってこねてください。で、クイバーはですね、ライフ、アディショナルアローとクリットマルチがついたものを買って、あとはオープンサフィックスですね。オープンサフィックスのものを買って、フレンジチャージオンクリットをクラフトできればいいかなと思います。ベースとしてはヘビーアロークイバーがベストとなっています。ボディアーマーとブーツに関してはもうほぼ同じですね。ただグラブが変わっていて、グラブはフリムスフローだったんですが、ここでは 60% のフィジカルトゥコールドのコンバージョンを持った、アイテムとなっています。作り方としては、基本的にライフとスペースアップ、レジアトリビュート、これがついたものにフィジカルトゥコールドのクラフトをして、インプリシットをこうフィジカルトゥコンバートを 35% まで上げるっていうのが一番シンプルな作り方かなと思います。アメレットのアノイントはスノーフォージドになっていて、これ先ほどちょっと言い忘れたんですが、先ほどのものは、ウィンターズエンブレイスですね。ウィンターズエンブレイス。ここで、フリーズデュレーションを取っていたんですが、ミディアムバジェットではもうダメージには問題がないので、スノーフォージドでさらにダメージを伸ばしているという形になっています。フラスクの構成は変わらず、ジュエルですね。ここではウォッチャーズアイ、クリットのウォッチャーズアイ、アドクリットのウォッチャーズアイ、そしてインスパイアラーニング。これは安定ですね。棒ビルド、アタックビルドであれば、ド安定のインスパイアラーニング。そしてクラスターたちはミディアムクラスターのクリちゃんですね。これは I レベル50以上であれば問題ないです。そして先ほど使っていたクラスター。これもオルトスパムですね。ラージクラスターに関しては、アイテムレベルが50から67のものをアタックフォッシルでこねると、これができやすくなるという形になってますね。この I レベル50から67っていうのが重要で、68以上を買ってしまうと、余計なモッド、ウェイトが高いモッドがつきやすくなってしまうので、50から67、これちょっと高いんですが、これを買って自分でこねる、もしくは、出来合いのものを買うというような形がいいかなと思います。その他の、オプションとしてはですね、チーパーオプションというのがあるんですが、フィード・ザ・フューリーとマーシャル・パーネス、これは確定で2つつけてください。その他、もう一つが、このデバステイターとか、カラミタス、もしくはドライブ・ザ・デストラクション、この3つですね。この上の3つがあると、これをつけてみます。それと、このマーシャル・パーネスと、フィーザー・フューリー、この2つがいい感じにつくんですね。なので、この2ポイント外して、ここ2ポイント、もしくは1ポイントですね、を入れてもらえると、マナーリーチとライフリーチがどちらにもつくので、このラージクラスター、フィード・ザ・フューリー、フューザ・ファイト、マーシャル・パーネス、この3点セットのやつはね、高いんで、代替案としてはこういうような形で取ってもらえると、ちょっとだけ安く済みます。そして最後のジュエルは、マナリザベーションのジュエルですね。これ 3% ないと、アンリザーブマナがちょっと低すぎるので、これは絶対マナリザベーションを取ってください。バジェットの POB からのアップグレードの順番はですね、まず最初にインスパイアドラーニング。これを買ってください。これを買うだけでファーム速度が段違いに上がるので、
これをまず一番最初に買う。でそして、アウェイクンドジェム、オルタラクオリティのジェムを買ってください。その後、ラージクラスターとウォッチャーザイですね。ラージクラスターとウォッチャーザイ、これ同時に買ってください。というのも、ウォッチャーザイ、先までここで取っていたクリットチャンスをウォッチャーザイが補ってくれて、ここで取っていたマナリーチ、ライフリーチをこのラージクラスターが補ってくれています。そしてパッシブポイントもですね、1、2、3、4、5、6、7、7ポイント、ここでセーブできるので、ちょうどラージクラスターを取って、一つ空いたジュエルソケットに、このプリズマティックジュエル、ウォッチャー剤をはめてくれるとちょうどいいかなと思います。そして最後にエンライトンレベル4ですね。エンライトンレベル4がゲットできると、先ほどまでバジェット帯で使っていた、スモールクラスターが抜けるので、エンライトンレベル4を、それと変えて、その余ったパッシブでこのミディアムクラスターをつけてくれればいいかなと思います。今までこの流れでアップデートしていってるんですが、この間にもね、エッセンスゲットしたら、こう、スパインボーにね、スパムして、もっといい DPS の棒であったりとか、グローブですね。これ別にフリームソロのままで全く問題ないんですけど、こっちの方が強いんでね。この 60% コンバージョンのグラブを作って、あとは他のレアアイテムですね。これも逐一更新できればいいかなと思います。ここまでの装備アップグレードした後は、個人的には、チェイスユニークのヘッドハンターであったり、メイジブラッドといったものに行ってもいいかなと思います。オムニにね、変えようと思うと、オムニプラス、他のアトリビュートギアですかね。といったものたちをまた一からクラフトしなくてはいけなくて、ちょっと時間がかかるかなと思うので、個人的にはここからヘッドハンターを目指して、ヘッドハンター持ってさらにファーム速度上げてみたいな、そういうのがいいのかなとは思うんですが、そこはお任せします。次にレベリングですね。レベリングツリーは、アクト1から3、4から7、8から10、あとは75、それぞれアセンダーシのポイントですね、のツリーとなっています。まず最初にここを取ってもらって、ライフとアトリビュートですね。これはインテリジェンスは、フロストブリンクに必要になってくるので、ここを取ってもらって、こう下まで行くと、プレサイステクニック。これを取るとダメージが非常に上がります。そして、このボウクラスターですね。ここでブリンクアローのクールダウンリカバリーレート。これを取ると、ブリンクアローとフロストブリンクで非常に高い機動力が得られます。その後、これですね、オンスローとオンキルを取ってもらって、マナーがちょっときついかなと思ったら、このマナーリーチのとこまで行ってもらって、さらにその下、ポイントブランクで、近接へのダメージを上げていきます。そして最初のアセンダンシはギャザリングウィンドウ。ここでテイルウィンドウを取ることで、もう非常に MS が速くなります。テイルウィンドウ、オンスロート、アドレナリン、ブリンクアロー、フロストブリンク。もう最強ですね。はい。なので、テイルウィンドウを取っています。そしてその後、アクト7、4から7ですね。ここまで取ってもらった後は、すぐこのマナーリザベーションクラスターですね、に行ってもらって、そうすると、このノートに書いてあるんですが、オーラが、余分に貼れる。もしくはちょっと大きめのオーラが貼れるようになるので、アクト3のツリーですね。これが終わった後は、このマナーリザベーションに直行してもらった方がいいと思います。でその後、ダメージ、ムーブメントスピード、9% ムーブメントスピード、ここを取ってもらって、アディショナルロー。そして、アキラシーが足りないのであれば、先にアキラシーを取ってもらって、さらにここでアディショナルプロジェクタイル。この段階で、2アディショナルプロジェクタイルを取ることができます。そして、セカンドのアセンダンシーは、これ、フォーカルポイントで、シングルターゲットを高めています。やはり道中で一番時間がかかる敵っていうのは、もうシングルターゲット、アクトボスとかが一番時間がかかるので、これを取っていますね。あとは、この3つ目のアセンダンシーを取るときに、このラビリンス行くときに、
フォーカルポイントがあるとシングルターゲット、イザロを早く倒せるので、まあ、ここセカンドでフォーカルポイント取るのおすすめです。その後、アクト8から10ですね。ライフ、ダメージ、ライフ、ダメージ、ライフとどんどん取っていって、その次はリコシェとなっています。まあ、ここは特にないですね。その次、レベル75、最後のアセンダンシであるエンドレスミニッションを取って、まあ、完成ですかね。で、この辺りから、クリティカルチャンスを取り始めるので、プリセステクニックは外しても大丈夫です。この後、プリセステクニックを外して、まあ、クリティカルチャンス、クリティカルチャンス、クリティカルチャンス。まあ、このような形で取っていって、これはリスペックですね。後々。そしてエンドゲームのこのようなツリーに持っていきます。レベリングツリーそれぞれ見ていったんですが、実はですね、このノート、すべてのジェム、アクトでのジェムを記載しています。実はレベリングはですね、アクトはですね、ライトニングアローが、個人的には一番強いレベリングアクトスキルとなっているので、基本的にはライトニングアローを使ってアクトレベリングをやっていくという形になるんですね。アクトそれぞれ終わって、アクト、まあ、10終わったあたりですかね。その後、まあ、ちょっとだけハイストであったりにこもってもらって、まあ、カオスレシピを作ってもらって、この TS にいつ変更するのかっていうのがここに書いてあります。まあ、6リンクのボディアーマー、タビラであったり、コラプトの6リンクですね、が1つ。最低限、4リンクの、まあ、そこそこいい PDPS のやつか、もしくは、まあ、T2 ぐらいのクリットチャンスがついたスパインボーですね、をコンテンプトエッセンスで作ってもらって、で、アクト9ですね、アクト9の後に 99% までの、インクリスフィジカルパーセントダメージをこれクラフトできるので、まあ、それでもいいですし、もしくは T11 マップ以降ですかね、確か。に 130%、まあ、129% のインクリースフィジカルダメージをゲットできるので、まあ、そこでもいいかなと思います。そしてフリムソローは、これはマストですね。これがないとフィジツコンバートが 100% いかないので、これを、この3つですね。この3つが揃ったらトルネードショットに移行していいかなと思います。その後は、ヨーク。これ先に買っといた方がいいですね。ヨークを買って、ヒート芝。そしてテイミング。これをかける2。そして最後にベルトですね。これらをこの順番で買っていくとスムーズなのかなと思います。レベリングツイート。スキルはこのような形になっています。次に、バンディットとパンテオンですね。まあ、バンディットは基本的には2パッシブ。まあ、これ一択ですね。まあ、ただ、まあ、初心者の方でレジが必要だと思う方は、このアリラを助けてもらってもいいんですが、まあ、最終的には2パッシブになります。パンテロンは、まあ、これもいつも通りですね。今まで動画を見てくださった方にはわかると思うんですが、まあ、これらを採用しています。フリーズイミニティと、まあ、その他は、イータ・ウォールズもしくは、シェアリング・エグザックのインフルエンス、エルドリッチ・インフルエンスを、まあ、どちらがファームしてるときは、バーニング・グラウンド無効化であったり、コースティック・グラウンド無効化をつけたらいいかなと思います。今回紹介したヒート芝トルネードショットデザイン。このリーグスターターはですね、まあ一番大きいバフとしてはトゥーダイショナルアローが序盤からゲットできることでしょうかね。これのおかげで本当に序盤から強くて、そして中盤、終盤にかけてのスケールもとてつもないものとなっているので、このね、リーグを全体を通しても、このトルネードショットをこうしゃぶり尽くせるような、まあ、機会かなと思います。また、クルーシブルのパッシブですね。武器につくパッシブで、まあ、もしかしたらアディショナルアローとか、さらにはこう、アドフィジカル、インクリスフィジカル、もしくはソケット、ジェムなんかもね、リンク追加されるかもしれないので、こう、いつもよりね、さらに強いトルネードショットを体感できると思います。その他にもね、トルネードショット以外にも、アイスショットだったり、ライトニングアロー、バールスキルが追加されたこともあって、こう、ボービルド
全体的に非常に盛り上がってる感があります。ただその中でもね、このトルネードショットは、飛び抜けてね、スケールがいいので、本当におすすめになっています。ということで、ご視聴ありがとうございました。リーグスタートには Twitch でも配信しているので、よろしければね、コメントしに来てください。それではまた。